こんにちは、コロです。ガーミン、マラソン以外のスポーツでも皆さん使用していますか？いろいろなアクティビティを使用することによってマラソン練習が計画的になってきた話を自分で書いたブログをもとに要点と考えを整理しました。それでは本編をどうぞ。こんにちは。皆さん、腕についてるそのスマートウォッチちゃんと使いこなせてますか？もしかしたらそのポテンシャル全然活かしきれてないかもしれません。今回はですね、あるランナーの方の実体験をもとにトレーニングをもっと賢く計画的にする方法をじっくり見ていきたいと思います。はい、こちらが今回ご紹介するランナーのコロさんの言葉です。彼も最初は多くの人がそうであるように、せっかくの高機能ウォッチのほんの一部の機能しか使っていなかったそうなんですね。B さん、この気持ちちょっとわかりません？それめっちゃわかります。私も睡眠の質とか測れるのは知ってるんですけど、その数字をどう見たらいいのか結局わからなくて、時間とあとは歩数計ぐらいしか見なくなっちゃいますよね。そのコロさんが言ってたもったいない使い方っていうのは具体的にはどういうことだったんですかね？それがですね、コロさん、最初はガーミンをランニングの時だけ使ってたそうなんです。走った距離とタイムを記録するっていう、まさに一番スタンダードな使い方ですよね。でもある時、あれって思ったらしいんですよ。自分の体にかかる負担って走ってる時だけじゃないよなと。日常生活とか他の運動も含めてトータルで見ないと本当の自分のコンディションってわからないんじゃないかって、これがすごく大事な気づきだったんです。確かに仕事ですごい疲れてる人、休日でのんびりした日じゃ同じ10キロ走るにしても全然きつさ違いますもんね。それも全部ひっくるめて負荷ってことですよね。ちょうどそんなことを考えていたタイミングで、コロさん、実はマラソンの練習がちょっとマンネリ気味になってたそうなんです。そこで気分転換も兼ねて、全く新しいスポーツ、ボクシングを始めてみることにしたんですね。このスライド見てもらうと一目瞭然なんですけど、やっぱりランニングだけだとどうしても単調になったり、使う筋肉も偏りがちじゃないですか。そこにボクシングを加えたことで、まず気分がリフレッシュできた。それに加えて体にもすごくいい変化があったそうなんです。ランニングって下半身がメインですけど、ボクシングは上半身とか体幹をめちゃくちゃ使うので、全身がバランスよく鍛えられたって言います。へー、ボクシングがランニングに生きてくるってちょっと意外な感じがしますね。そうなんですよ。コロさん自身もボクシングを始めてから長い距離を走っても後半でフォームが全然ブレなくなったって実感してるそうなんです。まさに走るための土台がしっかりしたってことですよね。あと、足腰の力強い使い方がそのまま走る時の推進力になったりもしますからね。で、ここからが面白いんですよ。コロさん、ボクシングの練習中もガーミンをつけてみることにしたんです。最初は本当軽い気持ちだったらしいんですけど、これが彼のトレーニングをもう根底から変えることになったんです。A の後って、今日はきつかったなとか、意外と楽勝だったなとか、自分の感覚で判断しますよね。でもその感覚って実際のところどれくらい正確なんでしょうか？コロさんはこの問いに客観的な答えを見つけるんです。その答えがこのトレーニング負荷っていう指標です。これはランニングだけじゃなくてボクシングとかなんなら散歩とか、記録した全部のアクティビティの負荷をトータルで数値化してくれる機能なんです。心拍数の上がり方とか運動時間とか、いろいろなデータから時計が勝手に計算してくれるんですよ。なるほど。まさに体の疲労メーターみたいなものですね。これならパッと見てわかります。で、コローさんは試行錯誤の末に、この数値が 1.0 から 1.5 の範囲、ここを維持するように意識すると、頑張りすぎて怪我をしたり燃え尽きたりすることなく、一番効率よく成長できるっていう黄金ゾーンを発見したんです。これが 1.0 を下回ると、ちょっと練習が物足りないかなと、逆に 1.5 を大きく超えると、体が回復しきれなくて疲れがどんどん溜まっていく危険ゾーンっていう感じですね。で、コロさん曰く、これがもう一番のメリットだったと。何かっていうと、マラソントレーニングの計画から当てずっぽうがなくなったこと。つまり自分の感覚だけに頼らなくてよくなったことなんです。うわ、これめちゃくちゃシンプルで分かりやすいですね。これなら全然迷わないじゃないですか。その通りなんです。例えば、コロさんはボクシングですごい頑張って負荷が 1.8 まで上がったとするじゃないですか。そしたら翌日は無理せず、今日は軽いジョギングで回復に専念しようと決められる。
逆に前日が軽い練習で負荷が 0.8 ぐらいだったら、よし、今日はちょっとペース上げた練習に挑戦できるなって自信を持って決められるようになったそうですよ。いやー、これ精神的にもすごく楽になりそうですね。今日休んでいいのかなみたいな、謎の罪悪感からも解放されそうです。まさに、コロさんもこれが本当に楽って言ってます。データっていう客観的なお守りがあることで、安心して休むべき時に休めるし、頑張るべき時に集中できる。これすごく大きいですよね。しかも面白いのが、コラさんは軽い散歩の時でさえ時計をつけてるんです。そうすることで、ただの休憩じゃなくて、体を軽く動かして回復を促すアクティブリカバリー、つまり積極的休養として、その効果をデータでしっかり確認してるんですね。よく言いますよね。ただソファーでゴロゴロするより軽く歩いた方が血行が良くなってかえって疲れが取れるって。その効果がちゃんと数字で見えるっていうのは面白いな。で、ここからが個人的にめちゃくちゃ面白いと思ったコロさんの考察なんですけど、このトレーニング負荷の管理がいかにモチベーションを保つことにつながってるかっていう話です。コロさんの考えでは、負荷がたかりすぎると僕たちの脳はおいおいこれ以上やったら体が壊れるぞって危険を察知して無意識にブレーキをかけるらしいんです。で、それがなんか今日走りたくないなっていう気持ち、つまりモチベーションの低下っていう形で現れるというわけなんですよ。なるほど。じゃあ負荷をちゃんとコントロールするっていうのは、体の警告システムに無理やり逆らうんじゃなくて、むしろそのシステムとうまく付き合っていくための賢い方法ってことなんですね。まさにその通りです。コロさんも言ってますけど、脳を騙すっていうよりは、脳にまだ安全な範囲だから大丈夫だよ、だからもっと成長できるよって客観的なデータを見せて安心させてあげる感覚に近いんですね。これが結局長くトレーニングを続ける秘訣なんだと思います。それでは今回のまとめです。コロさんの体験談から学べるのは、まずスマートウォッチは走るためだけの道具じゃないってこと。ボクシングから散歩まであらゆる活動を記録することで自分の本当の疲れが見えてきて、データに基づいて賢く計画を立てられるようになります。そして時には全然違うスポーツをやってみることが心と体の両方にとって最高のカンフル勢になるということですね。さて、これを聞いている皆さんの腕にもまだ見ぬ可能性を秘めたデータが眠っているかもしれません。明日のトレーニング、あなたは何を基準に決めますか？今回の解説は以上になります。最後まで見ていただきありがとうございます。今日の内容をブログに詳しく書いているので、概要欄からそちらもチェックしてみてください。次回、マラソンと筋トレの関係についてお話しします。チャンネル登録、いいねボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。